飛行心です。今日は自宅のアトリエからお送りしています。皆さんには自分の体をどうするか決める権利があり、暴力を受けない権利があります。子供から大人まで暴力を受けやすい人にはある共通点があります。今回は暴力を受けて傷つかないために絶対に知っておいてほしいことについてお伝えします。ぜひ最後までご覧ください。誤解のないように断っておきますが、暴力の責任は加害者にあり、被害者に責任はありません。いかなる理由があっても、暴力は決して許されません。悪いのは加害者です。被害者にも責任がある。被害者に落ち度があるから暴力を受けるに違いない。と、被害者を責めてしまうことがあります。これを公正世界信念といって、被害者に責任を転嫁する心理に陥りやすいので、要注意です。ハラスメント、いじめ、DV、虐待の本質は支配です。身近な関係性の中で、立場の弱い相手を支配する手段として暴力が用いられるのです。親密な関係の中で起こる暴力には特徴があります。一つ目は力の差です。加害者は年上だったり、立場が上だったり、社会的にも経済的にも地位が上であることを利用します。二つ目は暴力の正当化です。加害者は悪いことをしたからだ。あなたのためだよ。と信じ、むしろ自分こそ被害者だ。と被害者に責任転嫁して善意や保護、愛情、正義を振りかざすのです。三つ目は長期間何度も繰り返されることです。暴力の長期化によって被害者は逆らっても無駄、どうせ逃げられないと気力を失い、支配関係が完成します。被害者が支配されているように見えて、実は加害者の方が被害者に依存しています。被害者が離れようとすると、必死で抵抗したり、泣き言を言っては弱い素振りを見せたり、脅したりして、支配関係をどうにか継続させるのです。加害者は暴力に頼らないと支配関係を維持できません。加害者にとって被害者は欲求不満やストレスのはけ口であり、自分の存在を確認する道具であり、自分自身を保つための必需品です。つまり、加害者は暴力を養分にして生きている。被害者がいなくては生きていけないというのが本当の姿です。加害者が一方的に被害者に依存しているだけなので、決して被害者に対して共依存という言葉を使うべきではありません。こうした身近な暴力を長期間繰り返し続けた結果、ストレスから精神疾患を発症したり、深いトラウマを負うことがあります。中でも、虐待や DV、いじめなど、長期間繰り返されたトラウマは、複雑性 PTSD と診断されるようになりました。複雑性 PTSD は、人生のどの時点でも起こり、その後の人生に深刻な爪痕を残します。暴力とトラウマは切っても切り離せない関係にあります。トラウマについての詳しい解説は過去動画をぜひご覧ください。加害者は支配しやすい相手を用意周到に選んでいます。この人はノーと言えない、拒めないだろうという人を見抜き選んでいるのです。深刻なトラウマ体験を持つ人は効率期反応と言われる乖離を起こしやすく、体が固まって動けなくなるため、加害者から逃げたり、暴力に抵抗できなくなります。日常的に乖離を起こしやすいトラウマサバイバーは、加害者から標的にされやすいのです。暴力による支配関係は抜け出すのが非常に困難です。暴力を日常的に受けていると、
自分は無価値な存在だから暴力を受けて当然だと思い込んでしまい、自己否定感が強くなります。無意識に暴力的な相手を選んで、過去の記憶を再処理することで傷を癒そうとすることもあります。これをトラウマの再演と言います。立場が上の人からの暴力の場合、逃げても無駄だ、逆らったらここにいられなくなると諦めてしまい、加害者に従順になってしまいます。こうして暴力が常態化し、ますます支配関係から抜け出せなくなるのです。今回の動画の核心部分である暴力を受けやすい人の共通点は、ズバリ、境界線を引けない、ノーと言えないということです。皆さんは誰かに勝手に体を触られたらどう感じますか？ぎょっとして嫌悪感すら覚えるのではないでしょうか。嬉しい人は一人もいないでしょう。なぜかというと、人間には誰しも絶対越えてはいけない境界線、バウンダリーがあるからです。境界線とは、個人の安心・安全を守るために、人の体や持ち物、気持ち、行動の周囲に引かれている見えない線のこと。境界線は、これは大丈夫、これは嫌だ、と思うこととの間を分ける見えない線とも言えるし、自分が大きな泡に包まれているみたいに、入ってこられると嫌と感じる目に見えない空間とも言えます。一人一人境界線は違っていて当然です。自分だけのルールみたいなものです。相手やその日の気分によっても境界線は狭くなったり広くなったりします。生まれてから成長とともに学んで身につけていくものです。境界線には3種類あります。自分の体や持ち物を守る物理的境界線。心や気持ちを守る心理的境界線。みんなが安心安全に暮らすための社会的ルールやマナーなどの社会的境界線があります。自分の境界線を勝手に侵害されると、不快や恐怖、相手に対する不信感を感じます。あなたの体はあなただけのものです。自分の境界線を決めていいのはあなた自身だけなのです。親、恋人、夫婦、友人など親しい間柄であっても境界線を侵害していい権利はありません。自分の体をどうするか自分で決める権利のことを体の自己決定権と言います。誰もが生まれながらに持っている権利なのです。私たちはなぜノーと言えないのでしょうか。日本社会では自分の意見を主張することや嫌だと意思表示することに抵抗感を持つ人が少なくありません。争い事をできるだけ避け、角を立てない、丸く収めることが大人であるかのように評価される風潮があります。自分よりも自分以外の誰かに対する思いやりが優先されがちです。みんなに合わせるべきという同調圧力も強いため、一人一人の境界線が違うという発想が社会全体で共有されていません。同意を確認することに馴染みのない社会であると言えます。このような背景には、日本では古くから立場が上の人が年長者の言うことを聞くべきというパターナリズム、父権主義や男性優位の家父長制社会が長く続いてきた影響があります。特に女性の場合、優しく気遣いができる、相手の意図を察する、出しゃばらないということが重んじられてきました。嫌よ嫌よも好きのうちというレイプ神話にも代表されるように、境界線を軽視してきた結果、身近な関係性における暴力に苦しむ多くの人を生んでしまっているのです。こんな場合、本当の同意と言えるでしょうか？わからない。どうかなと答えを濁す。
いいよと答えているのに怯えている。苦笑いしている。泣いている。寝ている。首を横に振っている。黙っている。これらはすべてノーです。本当の同意ではありません。真の同意とは、この4つが満たされている状態のことです。非強制性、ノーと言いやすい、ノーと言っても不利益が生じない。対等性、社会的地位や力関係によらない。非継続性、一旦同意したとしても、いつでも変更できるし、撤回もできる。意識レベル、寝ていない、薬やお酒を飲んでいない。正常な判断力がある状態。Yes means yes という世界共通の性的同意の定義があります。積極的な Yes 以外はすべて No なのです。境界線に侵入されたら、その相手から一旦離れるなり、断るなり、関係を解消するなり、相手と自分との境界線を切り分けるしかありません。加害者に理解してほしい、言わなくても察するはずだと期待しても無駄です。加害者は相手の気持ちを考えてなどいません。自分の気持ちを強引に分からせたいだけなのです。加害者を傷つけるのではないか、嫌われるのではないかと相手がどう反応するかを考えるよりも、苦しんでいる自分自身を優先させましょう。今まで信頼してきた人であっても、相手が目上の人であっても、好きな相手でも、あなたが嫌だと思うなら、あなたは信頼するのをやめる権利があります。自分の気持ちを押し殺して相手の言いなりになる必要はありません。安心してノーと言えないような関係は対等な関係とは言えません。ノーと言っただけで壊れるような関係なら、最初から相手はあなたのことを大切に考えてはいないのです。対等で心から安心できる関係とは、気分がよく安全だと感じられて、あなたに自信を持たせてくれる、互いに尊敬し合える関係なのです。次回の動画では、境界線の守り方について解説します。身近な暴力から身を守る上で役立つ非常に重要なスキルです。ぜひご覧ください。